ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、レトシャオワーのガリレオ。ガリレオは先日、発売前のアンボックスとファーストインプレッションをお届けしたので、記憶に残ってる人も多そうだな。このイヤホンは、3D プリンタ製のレジンシェル、珍しいダイナミックドライバー、そして、ジズオーディオとのコラボが魅力の、定番構成のハイブリッドドライバーイヤホンだ。定番構成、というのは、高音域を担当する、BA ドライバーと、中国製イヤホンではほぼそのサイズを見ないことはない、10mm のダイナミックドライバーを採用している、ということ。ただ、その詳細なスペックを見ていくと、この価格ではかなりお得なのでは？という気持ちになってくる。シェルは 3D プリンタ製のレジンシェル、空洞が多く、軽量で取り回しは良い、若干大きめに作られているけれど、装着感は問題がないはずだ。付属品は定番どころ。イヤーピース、ケーブル、そしてケースの2点セット、あとクリーニングロッドもついてくるぞ。付属品群はケースに全て収まった、比較的コンパクトなパッケージだな。付属のケーブルは、プラグの交換能力がない、シャオワーの S12 に付属してきたものと同等のものになっている。このケーブル、付属品として評価が高かったので、今回も安心して使えるな。プラグは交換式じゃないけれど、3.5mm と 4.4mm が選択可能だ。さて、外装については、若干大きめのレジンシェル、という感じ。木製を思わせるマーブル模様は、ラメと塗料が複雑に入り組んだもので、プリントではないのでとても美しい。より上級の CIEM と比較しても遜色のない出来となっているぞ。そんなガリレオの中に入っているのは、ハイブリッド基本中の基本、1BA と1ダイナミックドライバーだ。それも、中華イヤホンのどの価格帯にも溢れ返っている、1BA10mm ダイナミックドライバー。ただし、その詳細を見れば、これが外装で値段の上がった品じゃないことがわかる。BA ドライバーは1万円クラスではお目にかかれることの少ない、ソーニ音声。2389モデルを使ってる。この価格帯だと、中国製造のノールズ製ドライバーとか、場合によっては中国製のメーカー表示のモデルなんかが使われることが多いな。ドライバーの素性がはっきりしていることは良いことだ。さらに、ダイナミックドライバーの方は、LCP 振動板を採用している。LCP は最近数多く採用されている、音に厚みを持たせることに優れた振動板で、最近、ハイブリッド型で評価が高かったものだと、C オーディオの夢シリーズとかにも使われてるな。ただし、ガリレオは LCP、ただの液晶ポリマー振動板、ではなく、アルミマグネシウム合金ダイナミックドライバー、という表記がある。ページの表記によっては、LCP、とだけ書かれているものもあるので、これは、おそらく、ドライバーユニットを収めるケース部分に使われている材質のことを指しているのだと思われる。というわけで、LCP ダイナミックドライバーと、ソーニ音声の BA ドライバーを組み合わせ、それでいて、110ドルと、しっかりと良い部材を使いつつ、ちょっといいやつ、で、手を伸ばせるモデル、気合の入った外装と裏腹に、意外にユーザーフレンドリーな値段で出てきたやつ、それがガリレオ、というわけだ。個人的には、S12 と同じくらい、このメーカーのお手頃価格帯の柱になりそうな一台だな。と、ここまで説明してきた要素が、音導管構造でノズルまで運ばれた音、というのが、ガリレオというイヤホンになる。レトシャオワーらしい、良質な付属品、美しいシェル、そして、魅力的なパーツ、それらを組み合わせた音について、話していこう。ガリレオの音を構成する要素は、LCP 製のダイナミックドライバー、ソーニ音声の BA、そして、音導管構造を備えた、軽量なレジンシェル、で構成されてる。LCP ダイナミックドライバー採用のハイブリッド型イヤホンは、すでにいくつかレビューしてるんだけど、より BA の構成が厚いとはいえ、ガリレオの2倍くらいの価格帯のイヤホンたちが多いんだけど、ガリレオの音は、一言で言うと、それらのイヤホンに近い。LCP は、その弾力のある振動板のおかげで、低音も自然と弾力と残響の豊かな音になりやすい印象があるんだけど、結果、LCP が鳴らしている中低音域に厚みが出すぎて、他の音色の分離感や改造感を巻き込んで、まとまった鳴り方に感じるものが多いな。ガリレオは、そんな、LCP 採用のハイブリッド型イヤホンの中では、かなりあっさりとした聞かせ方。低音域は力強いんだけど、強烈すぎず。特に、サブベースが暴れすぎることがないから、LCP らしい、しっかりと弾力を感じられる低音域ではあるんだけど、サブベースが強烈すぎないので、LCP っぽい弾力のある音を楽しみながら、サブベースは適量、というバランスで聞くことができる。同じような LCP-BA 構成の3ドライバーイヤホン C オーディオ夢系と比較すると、サブベースが明らかに絞られていて、全体の見通しが良くなってるのが、ガリレオの特徴だな。特に、高音側を金属ハウジングで力強く、サブベースも強い夢にと比較すると、ガリレオは、
それらを適量に留めながら、全体のインパクトを削っていない、無味乾燥した音になっていないバランス型、といった印象を受ける。高音域はしっかりとなっているので、そこも含めると若干感触感があるけれど、ベースやボーカルに温かみがあるので、全体として見るとそんなに感触じゃない。高音が感触感があって、中音域以下は適度にウォーム、という、中国的ハイブリッドらしさは抱えているんだけど、全体のバランスとして見ると、超高音と超低音は出てる感じはするんだけど、主旋律を食うほどじゃない、という、程よいバランスの仕上がりになってるぞ。このあっさりしてるけど、しっかり弾む音のする LCP ドライバ採用イヤホン、というピックアップ要素に加えて、ガリレオは、約110ドル、という、非常に挑戦的な価格で販売されていることも、魅力的だ。いかに素晴らしい音だと言っても、欲しい時に手に入らないんじゃ意味がないわけだからな。追加の出費も必要なく購入できる、LCP ハイブリッドの安価なイヤホンで、なおかつ、他の機種ともまた異なる強みを持っている。ガリレオは、購入する価値があるイヤホンである、というのを証明する、大きな理由だ。音色を分解してみようか。高音域、ソーニ音声の BA ドライバは、いい仕事をしている。高音は、いかにも BA ドライバ前とした、ドライで聞こえやすい音色。ただし、過剰な刺激音はなく、ハイハットシンバルの音色もしっかり聞こえつつも刺さらない。ボーカルあたりからは LCP の印象が強い。というか、ガリレオは超低音域が程よく身を引いているので、この中音域から低音域あたりが、一番 LCP らしい力強さやウォームさを感じる部分になっているぞ。ボーカルは、やはりここも刺さらず、そして熱量を感じられるもの。人間らしい温かみや、他の楽器の程よい残響が、高音域側のハキハキした BA の音色と組み合わさって、非常に見通しの良い音色だ。耳が痛くなるような高音が出ていないのに、かなり全体がくっきりとした聞こえ方をするのは、実に良いバランスと言えるんじゃないかな。そして低音域、LCP というと、ここの弾力感とボリュームの大きさが特徴なことが多いんだけど、今回紹介するガリレオは、ここがあえて淡白な鳴り方になっていて、残響感もあんまりない、開放度が高いんだろうか？それが全体の見通しの良さにも繋がってるな。とはいえ、低音はスカスカなわけじゃなくて、しっかりと曲調全体を崩さないような鳴り方をしてくれるぞ。イヤーピースによっては、より力強い低音も望めそうだ。BA ドライバの担当する高音は、BA 本来のキレの良い音色で、それ以外の LCP 担当部分については、開放度の高さ、抜けの良さでキレの良さを生み出してる感じがする。で、この抜けの良さのおかげで、全体に空間をしっかり意識できる作りになっていて、BA ドライバ含め、適度な距離感を感じられるな。空間自体はそこまで広くないんだけど、適度な距離感と、適度な空間への反響感を楽しめる、室内で音楽を聴いているような印象だ。というわけで、音色に関してまとめると、ガリレオは LCP 振動板を採用したハイブリッドイヤホンらしい印象を感じさせるイヤホンだけど、他のライバルと比較して開放感が高く、サブベースは結構あっさり、その代わり、適度に距離感のある空間表現と、サブベースが主張しないことによって、他の音域の見通しが非常に良くなったバランスを持っている。そして、手の届く価格で、付属品は最初から優秀だ。ガリレオがおすすめの人は、LCP のインパクト感が好きだけど、低音がパワフルすぎて飲まれちゃうなぁ、とか思ってる人、1万円クラスでさらりと聴けるけど、しっかり熱量のあるイヤホンを探している人、ボーカルに厚みが欲しいけど、他の音色は常識的なバランスであって欲しい人、抜けの良いハイブリッドが好きな人、見た目は音質に生む味を与える派。それから、1万円で本格的なイヤホンを欲しい人だ。かなりターゲットのリーチがでかいんじゃないかな。なので、ガリレオはおすすめだ。開放度の高い LCP という音色、意外にこの価格帯で聞いたことがなかったので、結構斬新だった。レトシャオワーは、特に近年ではかなり外れなしのメーカーに成長してきたけど、ガリレオも例に漏れず当たりだぞ。といったところで今回はここまで、100ドルクラスも50ドルクラスも30ドルクラスも20ドルクラスもほんと生き馬の目を抜く状態だな。